健太は今日から一人で暮らします。田舎の家を出て、電車で3時間の町に来ました。電車の窓から、外の景色がどんどん変わりました。田んぼや山が、だんだん大きいビルに変わりました。健太は、窓の外を見ました。少し緊張していました。荷物は大きいバッグ2つと段ボールの箱が5つでした。駅に着くと、健太はタクシーで新しいアパートに向かいました。アパートの前で、健太は大家さんに会いました。今日からよろしくお願いします。健太は、そう言って、頭を下げました。大家さんは、鍵を渡して、部屋の説明をしました。ゴミの日は、火曜日と金曜日です。健太は、メモ帳に急いでそれを書きました。新しい部屋は小さいです。でも、窓から公園が見えます。部屋の真ん中に、段ボールの箱がたくさんあります。よし、頑張ります。と、健太は小さい声で言いました。健太は、箱を一つずつ開けました。そして、部屋を少しずつ片付けました。ベッドを置きました。机も置きました。本棚も置きました。台所には、小さいテーブルと椅子を一つ置きました。お風呂とトイレも、簡単に掃除しました。荷物の中から、スマホの充電器を探しました。なかなか見つからなくて、健太は少し困りました。最後の箱の中に充電器がありました。あった。よかった。健太はほっとした顔でスマホを充電しました。充電の間に健太はインターネットの設定もしました。説明書を見ました。健太は Wi-Fi のボタンを何回も押しました。なかなかながらなくて、健太は少し焦りました。10分後、やっとインターネットがつながりました。よし、これで、いつでも家族と連絡できます。健太は、そう言って、少し安心しました。郵便受けも、初めて開けました。中には、まだ何も入っていませんでした。今は、何もありません。健太は、そう言いました。そして、部屋に戻りました。お昼になりました。健太は、近くのコンビニに行きました。そこで、水と、ファンと、ティッシュを買いました。コンビニの店員さんは、明るく挨拶をしました。いらっしゃいませ。その明るい声で、健太は少し元気になりました。
部屋に戻って、健太はパンを食べました。そして、少し休みました。夕方に、部屋はきれいになりました。でも、台所には、まだ何もありませんでした。健太は、少し心配になりました。今日から、全部一人でやります。健太は、そう言って、窓の外を見ました。空は、オレンジ色でした。公園には、犬の散歩をしている人がいました。その景色を見て、健太は少し落ち着きました。家ではいつもこの時間に母がご飯を作っていました。でも、ここには誰もいませんでした。静かな部屋で、健太は少し寂しくなりました。それでも、健太は自分に言いました。これから新しい生活が始まります。スマホが鳴りました。母からのメッセージでした。ちゃんと着いた？無理しないでね。健太は少し笑って返事を書きました。大丈夫。ちゃんと片付けてるよ。本当はまだ何も終わっていませんでした。でも、健太は大丈夫と書きました。その夜、健太はコンビニのおにぎりを食べました。一人で食べるご飯はいつもより静かでした。でも、知らない街の景色を見て、健太は少しワクワクしました。お風呂に入って、健太は今日一日のことを思い出しました。引っ越しは、思ったより大変でした。それでも、少しずつ、部屋は自分の部屋になっていきました。明日からちゃんとした生活をします。健太はそう決めて新しいベッドに入りました。段ボールの箱に囲まれて健太はゆっくり眠りました。こうして健太の一人暮らし最初の一日が終わりました。火曜日の朝、健太は初めてスーパーへ買い物に行きました。家では母がいつも買い物をしていました。健太は何を買えばいいかよくわかりませんでした。外はいい天気でした。健太は新しい街を歩きました。周りをよく見ました。道の途中にパン屋さんと小さい本屋さんがありました。今度、あのパン屋さんに行こう。健太は心の中でそう思いました。スーパーの中は思ったより広かったです。商品もたくさんありました。入り口で健太はカゴを取りました。えっと、卵と野菜と。
健太はスマホのメモを見て、カゴに商品を入れました。野菜のコーナーで、健太はキャベツと人参を選びました。値段の札を見て、健太は少し驚きました。田舎より少し高いな。それでも、健太は必要なものをカゴに入れていきました。おべえのコーナーで、健太はどの袋を買うか、長い時間考えました。一番小さい袋を選んで、カゴに入れました。パンのコーナーでは、いろいろな種類のパンがありました。健太は、田舎のスーパーとの違いを感じました。田舎より種類が多いです。健太は、そう思いました。そして、好きなパンを一つ選びました。お肉のコーナーでは、鶏肉と豚肉、どちらを買うか迷いました。値段を比べて、健太は鶏肉を選びました。卵のパックも大きさが2種類ありました。健太は一人暮らしなので小さい方を選びました。調味料のコーナーで健太は立ち止まりました。醤油、みりん、酢、どれを買えばいいか全くわかりませんでした。とりあえず全部買います。健太はたくさんの調味料をカゴに入れました。飲み物のコーナーでは、お茶とジュースを一本ずつ選びました。お菓子のコーナーも見ましたが、我慢しました。レジに並んだとき、健太はカゴの中を見て驚きました。思ったより、ずっとたくさんのものを買っていました。一人暮らしです。でも、こんなに買いました。健太は少し笑ってお金を払いました。レジの人が袋の数を聞きました。一枚お願いします。健太は袋に商品を入れました。でも全部は入りませんでした。結局、両手にも荷物を持つことになりました。荷物は両手で持てないくらい重かったです。部屋までの帰り道、健太は何回も休みました。公園のベンチに座って少し休憩しました。一人暮らしは大変です。休憩をしました。その時、健太は空を見上げました。雲がゆっくり動いていました。少し休んで、健太はまた歩き始めました。部屋に着いたとき、健太はとても疲れていました。でも、冷蔵庫に食べ物を入れました。少し嬉しい気持ちになりました。これで、明日から自分でご飯が作れます。健太は、冷蔵庫の中を見て、そう言いました。
たくさん買った調味料を見て、健太は少し反省しました。次は、ちゃんとリストを作ります。健太は、ノートを取り出して、買い物リストを作り始めました。月曜日から日曜日まで、何を食べるか、一つずつ考えました。その日の夜、健太はパンとハムだけの簡単な夕食を食べました。簡単な食事でした。でも、自分で選んだものだったので、少し嬉しかったです。健太は、スマホで簡単な料理のレシピを見ました。卵焼き、味噌汁、野菜炒め、3つのレシピを保存しました。明日は、これを作ります。健太は、画面の卵料理の写真を見て、少し楽しみになりました。台所の棚に、買った調味料を並べました。小さい台所が、少しだけ、料理する人の台所、らしくなりました。買い物だけでも、初めての一人暮らしは、発見がたくさんありました。こうして、健太の2日目が終わりました。水曜日、健太は初めて自分で料理をしました。朝、健太は簡単な朝ごはんを作ろうとしました。トーストにバターを塗って、卵も焼こうとしました。フライパンに卵を入れると、形が崩れてしまいました。あれ、目玉焼きが難しい。それでも、朝ごはんはなんとか完成しました。崩れた卵とトーストを、健太は美味しく食べました。大学の授業の後、健太は夕食の準備を始めました。昨日見た卵焼きのレシピを見て、フライパンを火にかけました。えっと、まず卵を割ります。健太は、レシピの通りに卵を割って、混ぜました。砂糖と醤油も、少しだけ入れました。でも、火の強さがわかりませんでした。油をたくさん入れました。大きい音がしました。そして、煙が出ました。うわ、熱い、と、健太は慌ててフライパンを火から下ろしました。できた卵焼きは、真っ黒に焦げていました。これは、食べられません。健太は、焦げた卵焼きを見て、ため息をつきました。窓を開けて、部屋の煙を外に出しました。少し悲しい気持ちになりましたが、健太はもう一度作りました。今度は、火を弱くしました。そして、ゆっくり卵を焼きました。フライパンを少しずつ傾けて、形を作りました。箸を使うのも、まだあまり上手ではありませんでした。それでも、少しずつ、
卵はきれいな形になっていきました。数分後、今度はきれいな黄色の卵焼きができました。できました。今度は成功です。健太は大きい声で喜びました。焼きたての卵焼きを白いご飯の上に乗せました。味は少し薄かったです。でも、自分で作った料理はとても美味しく感じました。自分で作るとこんなに嬉しいです。健太は一口ずつゆっくり食べました。そして、そう思いました。食べている間、健太はスマホで料理の動画を見ました。次は、これも作りたいです。画面には、野菜炒めの作り方が映っていました。健太は、田舎の友達にビデオ通話をかけました。見て、これ、自分で作ったんだ。健太は、卵焼きの写真を画面に見せました。友達は、驚いた顔をしました。すごいです。健太は、前から料理が上手でしたか？今日から、できます。二人は、しばらく笑いました。そして、いろいろ話しました。久しぶりに友達と話して、健太は元気が出ました。台所のシンクには、洗い物がたくさん残っていました。健太は、スポンジで、フライパンとお皿を洗いました。水は、思ったより冷たかったです。それでも、健太の心は、達成感でいっぱいでした。洗い物の後、健太は今日の卵焼きの写真を撮りました。焦げた卵焼きと成功した卵焼き、2枚の写真を見比べて、健太は笑いました。失敗しないと上手になりません。健太は、そう言って、明日の料理を考え始めました。炊飯器の使い方も、初めて説明書を読みました。ボタンを一つ押すと、炊飯器が静かに動き始めました。30分後、部屋にご飯のいい匂いが広がりました。お米も、ちゃんと炊けました。健太は、嬉しい気持ちで、炊飯器の蓋を開けました。白いご飯が、つやつやと光っていました。小さい成功でした。でも、健太にとっては大きい一歩でした。一人暮らしは、失敗と発見の毎日です。こうして、健太の3日目が終わりました。木曜日の夜、健太は一人の時間がとても長いと感じました。大学とアルバイトが終わりました。部屋に帰りました。部屋の中はとても静かでした。アルバイト先では、たくさんの人と話しました。でも、
部屋に戻りました。一人になりました。とても静かでした。テレビをつけました。でも、静かさはあまり変わりませんでした。外は雨が降っていました。窓に雨の音が聞こえました。その音を聞きました。そして、健太はソファに座りました。実は、健太にはソファがありません。だから、床に座りました。床は少し冷たかったです。でも、健太は動きませんでした。家にいたときはいつも誰かの声が聞こえていました。父の新聞をめくる音、妹のテレビゲームの音。今、みんな何をしているかな。健太は家族の顔を思い出しました。そして、そう言いました。スマホを見ました。家族のグループチャットがありました。妹が撮った飼っている猫の写真がありました。その写真を見て、健太は思わず笑いました。でも、笑った後、胸の奥が少し痛くなりました。連絡しようかな。でも、心配をかけたくない。健太は、メッセージを書いては消しました。何回も書いては消しました。結局、健太は、元気にやってるよ、とだけ短く送りました。送った後、健太はベッドに寝て、天井を見ていました。一人暮らしを始めて、まだ4日でした。でも、健太はもうとても長い時間、一人でいる気がしました。お腹が空いて、健太は簡単な夕食を作りました。でも、一人で食べるご飯は、味があまりしませんでした。食べた後、健太は少し外の空気を吸いに行きました。アパートの近くの小さい公園まで、ゆっくり歩きました。公園のベンチに、健太は一人で座りました。空には、星が少し見えました。窓の外から、遠くの電車の音が聞こえました。家では聞こえなかった音でした。この街の音にも、いつか慣れます。健太は、そう言って、目を閉じました。風が、少し冷たく感じられました。それでも、健太はしばらく、ベンチに座っていました。部屋に戻って、健太はお風呂に入りました。温かいお湯の中で、少し気持ちが落ち着きました。ベッドに入っても、なかなか眠れませんでした。健太は起きて、机の上の家族の写真を手に取りました。写真の中で、家族はみんな笑っていました。大丈夫、もう少し頑張ります。健太は写真を机に戻して、
もう一度ベッドに入りました。スマホで明日の天気を確認しました。明日は晴れみたいです。その小さい情報にも、健太は少し安心しました。寂しさは、まだ全部は消えませんでした。でも、その寂しさの中で、健太は少しずつ自分の生活を作っていました。一人でいることに少しずつ慣れます。健太は、そう自分に言って、ゆっくり目を閉じました。こうして、健太の4日目が静かに終わりました。金曜日、健太は少し早く起きて、朝ごはんを作りました。冷蔵庫の野菜を使って、簡単な味噌汁を作りました。だしの作り方がわからなくて、スマホで調べました。鍋にお湯を入れて、だしのパックを入れました。その後、野菜と味噌を入れて、ゆっくり混ぜました。できた味噌汁を一口飲みました。思ったより美味しかったです。おお、意外といけます。健太は自分で作った味噌汁を飲んで、少し得意な気持ちになりました。朝ごはんの後、健太は大学に行きました。授業の後、クラスの人と少し話しました。一人暮らし、どうと、クラスメートが聞きました。大変です。でも、楽しいです。健太は、そう答えて、少し笑いました。その日の授業は、思ったより難しかったです。健太は、ノートにたくさんメモを取りました。授業の後、掲示板を見ました。サークルのお知らせが、たくさん貼ってありました。今度、サークルにも入りたいです。健太は、一枚のチラシを写真に撮りました。大学からの帰り道、健太は少し遠回りをしました。知らない道を歩いて、新しいお店をいくつか見つけました。部屋に戻って、健太はゴミを出しに部屋を出ました。アパートの廊下で、隣の部屋の扉が開きました。そこには、健太と同じくらいの年の男の人がいました。ああ、おはようございます。と、その人が健太に言いました。おおはようございます。健太は少し驚きました。そして、笑顔で挨拶をしました。隣に引っ越してきた人ですよね。最近見かけますから。はい、先週引っ越してきました。よろしくお願いします。健太がそう言いました。その人は優しく笑いました。私は田中です。ここに3年住んでいます。
健太です。よろしくお願いします。二人は少しの間、廊下で話しました。困ったことがあるとき、いつでも聞いてください。私もここに長く住んでいますから。その一言で、健太の心は少し軽くなりました。ありがとうございます。短い会話でした。でも、健太にとっては、この町で初めての知り合いでした。部屋に戻った健太は、嬉しくて、一人で小さくガッツポーズをしました。よし、今日はいい日です。午後、健太は週末の食材を買いに、また近くのスーパーへ行きました。今度はリストを見ました。そして必要なものだけを買いました。会計も火曜日よりスムーズにできました。少しずつ慣れてきました。大学へ行く道もいつもより少し軽く感じられました。夜、健太は今日あったことを家族のグループチャットに送りました。隣の人と話せた優しい人だった。すぐに妹から嬉しいスタンプが来ました。その短いやりとりで、健太の心は温かくなりました。夕食は金曜日に覚えた味噌汁と朝の残りのご飯で済ませました。味噌汁も隣の人との会話も健太にとっては小さい出来事でした。でも、その小さい出来事が健太の一人暮らしを少しずつ豊かにしました。こうして健太の5日目が終わりました。土曜日、健太は初めて一人で洗濯をしました。家では洗濯はいつも母がしていました。だから、健太はやり方をよく知りませんでした。朝、健太は洗濯機の説明書を読みました。説明書は少し難しかったです。洗剤はこれくらいでいいかな。健太は適当に洗剤を入れて、白い服も色の濃い服も一緒に洗濯機に入れました。洗濯機が回っている間、健太は部屋の掃除をしました。掃除機をかけて床を拭きました。窓も拭いて部屋がとても明るくなりました。それから健太はゴミ箱のゴミも集めました。段ボールの箱も畳んでまとめました。小さい部屋でしたが、片付けると広く感じられました。掃除も少しずつ上手になっています。健太は部屋を見て満足な顔をしました。30分くらいで洗濯が終わった音がしました。健太はワクワクしました。そして洗濯機の中を見ました。でも、
白いシャツが少し灰色になっていました。あ、色が移りました。健太はがっかりしてシャツを見ました。洗濯物を持って健太はベランダに出ました。洗濯物を干しました。少し落ち込んだ気持ちになりました。ちょうどその時、廊下で先週の隣の人に会いました。田中さんは洗濯かごを持って部屋から出ました。健太は事情を話しました。その人が笑いました。そしてアドバイスを言いました。よくあることです。白い服と色物は分けて洗った方がいいですよ。そうですか。知りませんでした。と、健太は少し恥ずかしくて頭をかきました。最初はみんな失敗します。大丈夫。私も昔、靴下を真っピンクにしました。その言葉に、健太は思わず笑いました。今度から、ちゃんと分けて洗います。はい、それがいいですよ。困ったとき、また聞いてください。田中さんは、洗剤、どこで買いましたか？健太がそう聞きました。田中さんは、近くのドラッグストアの場所を教えました。隣の人はそう言って、軽く手を振って、部屋に戻りました。健太は、灰色になったシャツを見て、少し反省しました。それでも、失敗を笑って話せる人がいることが、なんだか嬉しかったです。午後、健太は田中さんに聞いたドラッグストアへ行きました。店の中には、たくさんの種類の洗剤がありました。健太は、一番小さいサイズの洗剤を選びました。帰り道、健太は近くの神社を見つけました。少しだけ寄って、静かな時間を過ごしました。部屋に戻って、健太はもう一度洗濯物を干して、部屋の中を片付けました。1週間分の洗濯が終わりました。部屋全体が少しきれいになった気がしました。一人暮らしは失敗して覚えるものです。窓から入る夕方の光を見て、健太はそう思いました。夕食には、金曜日に覚えた味噌汁と、卵焼きを作りました。野菜炒めにも、初めて挑戦しました。味噌汁も卵焼きも、初めての時よりずっと上手にできました。野菜炒めは少し焦げましたが、味は悪くなかったです。小さい失敗と小さい成長、この1週間には、それがたくさんありました。こうして、健太の6日目が終わりました。日曜日の朝、健太は少し遅くまで寝ていました。目が覚めました。
窓から柔らかい光が入っていました。健太はベッドの中でこの1週間のことをゆっくり思い出しました。引っ越しの日の不安、初めての買い物、焦げた卵焼き、寂しかった夜。そして、隣の人との会話や、少しずつ上手になった料理のこと。本当に、いろいろあった1週間でした。健太は、そう言って、少し笑いました。起きた健太は、台所に立って、いつものように朝ごはんを作り始めました。味噌汁を作る手つきは、1週間前よりずっと自然になっていました。目玉焼きも、今日は形が崩れませんでした。朝ごはんを食べた後、健太は部屋の中を軽く掃除しました。そして、散歩に出かけました。先週歩いた道を、もう一度歩きました。パン屋さんの前で、いい匂いがしました。健太は、中に入って、小さいパンを一つ買いました。店員さんは、笑顔で、ありがとうございます、と言いました。その小さいやりとりにも、健太は温かい気持ちになりました。公園を通ると、先週会った犬の散歩の人が、また歩いていました。おはようございます。と、健太は自分から声をかけました。相手も、笑顔で挨拶を返しました。見慣れない街の景色も、この1週間で、少し、自分の景色、になりました。部屋に戻ると、健太はスマホを手に取りました。今日は、久しぶりに家族に電話をしようと思いました。もしもし、お母さん。あら、健太、元気にしてる？母の声を聞いて、健太の胸が少し温かくなりました。元気だよ。実はね、料理も少し上手になったんだ。健太は、この1週間にあったことを、一つずつ話しました。卵焼きを焦がしたこと、洗濯で服の色が変わったこと、隣の人と友達になったこと。母は、時々笑いました。そして、健太の話を聞きました。田中さんっていう、優しい隣の人がいるんだ。それは、よかったね。安心したわ。健太は、自分でも驚くくらい、たくさん話しました。大変でした。でも、なんとかやれています。そう、健太が自分で頑張っているの、聞けて嬉しいわ。母のその言葉で、健太は目の奥が少し熱くなりました。妹も電話に出ました。そして、猫の様子を話しました。3人で20分くらい話しました。
電話を切った後、健太は窓の外を見ました。一人暮らしは大変です。でも、悪くないです。健太は部屋の中を見回して、そう思いました。段ボールの箱でいっぱいだった部屋も、今はすっかり片付いていました。窓辺には小さい植物も一つ置きました。小さい失敗をたくさんしました。そして、健太は少しずつ、一人で生きる力をつけていました。夕方、健太は隣の田中さんにも、お礼のメッセージを送りました。今週はいろいろありがとうございました。すぐに、田中さんから、良い一週間でしたね、と返事が来ました。その一言に、健太はまた少し嬉しくなりました。明日からの一週間も、頑張ります。健太は、窓の外の青い空に向かって、そう言いました。夜、健太は早めにベッドに入りました。明日からの新しい一週間のことを少しだけ考えました。こうして、健太の初めての一人暮らし、最初の一週間が暖かく終わりました。最後まで見てくださって、本当にありがとうございました。